声が聞き取りづらいというご意見をいただき、日本語字幕に対応しました。英語、アラビア語に加えて日本語字幕もこちらのボタンからご覧いただけます。英語やアラビア語字幕もあるんですね。以前から視聴者が多いので。韓国青瓦台の国民請願掲示板に、ムン・ジェイン大統領弾劾を促しますという請願が投稿され、多くの支持を集めています。これは30日以内に20万人以上の国民の推薦があったものに対して政府関係者が回答するというシステムで、弾劾の請願には現在は100万人を超える推薦がついています。この請願は新型コロナウイルスの対応に関して、中国への300万個ものマスクの無料提供、中国人の入国制限を現在の湖北省訪問者から全土へと拡大しないことに対する不満を挙げています。一方で政権与党は感染が拡大したテグとキョンプク地域の封鎖を示唆して反発を浴びています。この地域は保守系与党の支持が多いところですので反発が非常に大きいです。これに関して大統領が自ら出てきて釈明する事態になりました。この国民請願掲示板というシステム、米国の請願システムを元にしたそうですが、韓国人の国民性に非常に合っていますね。面白いです。請願自体はそれほど役には立たないんでしょうけど、国民の声がこうした形ではっきりわかるのは良いですね。日本ではどうですか？いらないですね。費用対効果を考えると無駄な感じがします。国民が政治に関心を持つという意味では悪くはないけど。この話は置いておきましょう。そういえばついでに他の項目も見てみたのですが、コロナウイルス関連で言うと、集団ミサで感染を拡大させてしまった新興宗教を解体せよというのが80万近く集まっていました。それと中国人の入国禁止措置請願も同じくらいですね。一方でムン・ジェイン大統領を応援しますというこれに対抗した請願も90万人の支持を集めました。こういうどうでもいい使い方がされてしまうからなくてもいいと思ってしまいます。さらに政府からの回答はどうせ期待できないのがこのシステムのお粗末なところですね。韓国国民はこうして膨れ上がった数字を見てどこかしら留飲を下げるんでしょう。実際のところは国民の声を聞いて民主主義をやっていますという政権のアピールのためにできたものですから。弾劾の請願にもありましたが、多くの国が中国人の入国禁止措置を取っているにもかかわらず、韓国も日本も未だ全面禁止にはしないですね。中国との関係がありますからね。そう簡単な判断ではないのでしょう。日本の場合は日中首脳会談の可能性もまだありますから。やるんですかね？こんな中でも。そのつもりではないでしょうか。ムン・ジェイン大統領には中国の大統領なのかと請願には書かれていましたが、政府与党の TK 封鎖、いわゆるテグとキョンプクといった保守系野党の支持が強力なところを封鎖するなどといった発言が火に油を注ぎましたね。中国は入国禁止せずに TK は封鎖するのかと。封鎖の検討というと、武漢のように人や物の流れを止めるのかと思いましたがそうではないということのようです。仮にやったとすれば思い切った決断ですよね。結局なし崩しになって与党側が謝罪の意を表し、大統領が2度にわたって釈明するという最悪の結果に終わっていますね。謝罪はしていないんですね。謝罪はしませんでしたね。そんな中で、ムン・ジェイン大統領が濃厚接触者と接触したと連合ニュースをはじめとして各メディアが報じています。感染が拡大したテグを訪れて対策会議を行った時に、副市長と会議に同席したのですが、副市長の秘書が陽性だったそうです。副市長は検査の結果陰性だったので問題ないだろうということになったようです。写真ではマスクを外してマイクを握っている大統領が映っていましたが、マイク経由で感染したら大変ですよね。おそらく感染はしていないと思われますが、これまでの様々な報道から総合すると、完全に安全だとは言い切れないと思いますね。念のため大統領も検査した方が良かったんじゃないですか？こっそりやっているんですかね？それはわかりませんね。このまま大統領府で感染が流行したらイランのように大変なことになりますね。ムン・ジェイン大統領も67歳ですから、下手をしたら最悪の結果になるかもしれませんからね。もう笑い事では済まなくなりますね。世界からのイメージ失墜が恐ろしいですよね。どうしました？ちょっと色々と想像してしまいました。色々って、不謹慎な。こうした最悪の事態は日本でも起こりうる可能性はありますからね。はい、そうですね。気をつけなければなりませんね。